はい、ガビューパロードサービス代表です。今日はうちの2号機の31セルシオ後期型、どんな車かっていうのをね、簡単にちょっと見せていきたいと思いますけどね。まずフロントホイールなんですけども、これ、ね、ラグジーヘインズだね。ラグヘイの20インチ2253520ですね。かなり扁平タイヤなんで見てほしいんですけども、このホイールとこの地面の隙間、クリアランスを見てほしいんですけど、一番低いところでこの辺かな。だいたい 4.5 センチぐらいでしょ。4センチぐらい、この辺4センチか。だからほんと4センチぐらいの縁石、ちょっとした出っ張りでもより寄せすぎちゃうとここホイールがりるというね。はい、そしてリアホイールも、ラグヘイの20インチですね。こっちの方がやっぱワイドなんで 9J ぐらいあるのかな。なんですごいホイールの中心部に向かってすごいなんかこう反ってますよね。この反ってるデザインがいいんだよね。マフォラっていうホイールあると思うんだけど、それも結構かっこいいんだけど、この立体的なね、このリムのデザインが、これがかっこいいんですよね。後ろのあれはね、そんなにフロントほどでもないんだけど、ちょっと下見てみましょうか。クリアランス、はい、リアのクリアランスは5センチぐらいありますね。地面からリムまで5センチぐらいありますね。結構ね、エアが入ってんのか抜けてんのか分かりにくいんですよね。扁平タイヤ入っちゃうと、引くとこんな感じですね。だからまめに給油するたんびにできればね、空気圧チェックした方がいいですね。空気圧低いまま走るとこう走行中タイヤが外れるんで、ホイールからビードが落ちたりとか気をつけてください。はい、フロントバンパーには、ミリ波レーダーっていうんですかね、クルーズコントロールでスピードを合わせるためのレーダーがこう前に入ってますね。はい、エンジンルームですね、4.3 リッター V8 3UZ っていう型式のエンジンですね。意外とコンパクトでしょ、やっぱりね。長さ的には4気筒分だから、やっぱりエンジン自体がコンパクト。 V8 4.3 なのにそんな思ってるほどでかくないんですよ。全然回転数上げなくてもトルクモリモリで超運転しやすいです。本当に回転数上げずにアクセル踏まずに流すのが気持ちいい車です。でちょっとね、カバーがついちゃって見づらいんですけども、バッテリーはパナソニックのカオスバッテリーにしてあって、もうこれ変えるとオーディオのやっぱパンチが出ますんで、カオスバッテリーはおすすめですね。あとこれ前にもネタにしたかと思うんですけど、こっちが油膜取り用のウォッシャー液を入れるところで、もう一個ねウォッシャー液入れるところがあるんですよ、この車は。こっちがね普通の洗浄液入れる方なんですよ。だからレバーも押すとか引くとかで出る洗浄液を変えることができるんですよね。あとですね、この車AFS がついてて、ハンドル切るとこのヘッドライトのこのプロジェクターの玉がこう右左に動くんですよ。で自分の進行方向をより広く照らすっていうようなシステムが入ってます。 AFS って言って、でオフにすることもできるんですけど、俺は通常はオフにしてますね。ずっとAFS 効かせっぱなしで走ってるといつかすぐ故障するんじゃないかと思って、本当に必要な時だけ AFS をオンにして、通常ね市街地走行はそんな、不要なんで AFS は切ってますね。運転席周りはね、多分過去の動画にも映ってると思うんで、運転席周りは今日は省略して、後部座席見てみましょうか。ここはね、アームレストもちろん、これトランクスルーにもなってて、アームレストを引っ張り出せますね。引っ張り出して、はい。で、ここがドリンクホルダーになってますね。で、この車はオプションと思われるリアシートヒーターがついてますね。リアシートヒーター。ドリンクホルダー2個ね。やっぱ後部座席もドリンクホルダー必要でしょう。ヘッドレスト調整と、動く。これは座席がね、動きますね。電動パワーシート。後ろの席も電動パワーシートね。はい。で、向こうも独立して動きますね。向こうは、こうか。こうですね。ここアームレストも一緒に動きますね、左側は。あとはオーディオコントロールができるんですけど、この車はね、純正オーディオはラジオしか活かしてないんで、でも一応、ラジオコントロールできるようになってますね。で、あとこれか、助手席のここにね、後ろの人でも前の席邪魔だなっていう時はこれピート押すとウィーンってこうチュイーンってこうチュイーンって動くわけですね。ここにもスイッチがついてる、便利ですね。運転手がこうとっさにね、後ろの席広げなきゃやばいっていう時は運転席から手を伸ばしてこうピーってやるとこうなるっていうね。天井ですね、このバニティミラーですね。バニティミラーとバニティランプ、
これなかなかいい装備ですよね。このライトがつく演出がなかなか憎いじゃないですか。こっちもバニティだし、向こう側もつくよね、確かね。これね、これで化粧直しができるということですわ。あとはですね、後ろの席のここですね。ここもカーテンエアバッグが入ってますね。SRS カーテンエアバッグということで、万が一事故が起きたとしても、このカーテンエアバッグによって、被害を最小限に食い止めるという。あとはね、装備としてはね、分かりやすいのはイージークローザーかな。イージークローザー、半ドアにならないタイプね。ドア4枚あるけど4枚ともイージークローザーです。だから例えば子供とかが乗って弱い力で閉めてカチャッと閉めるでしょ。で電動で閉まるっていうのは、これはイージークローザーです。これで半ドアになりかけても閉まるというね、だからこの車絶対半ドアありえないです。電動で閉まるから。この今度ランプ見てくださいよ。これ綺麗じゃないですか。これよく見るとすごい綺麗なんですよ。黒いボディに反射して、このつぶつぶがこれアンバーの LED、照明で、これも車買ってすぐにつけましたね。これ超綺麗なんですよ。こっちが反射してるんですよ、こっち側に。これがね綺麗なんです、夜はね。でイージークローザー。あとはですね、後ろに人を乗せてね、どっかにね運ばなきゃいけない時ね、逃げられちゃ困る時なんかはこれチャイルドロックなんで、これ上に開けとくと内側から開かないわけです。まさにゴールデンスランバー。わかるかな、このネタ。逃げられちゃ困るときはこれはこっちです。はい、あとこのスイッチなんかシートメモリーですね。これを押すとあらかじめメモリーした位置にシートとステアリングが動くんですけれども、例えば車用車なんかで後ろに車長を乗せると、で運転手が複数名ねローテーションなんかする場合は、これで登録した位置でピッとワンタッチでシート位置が合うと。あと家族で乗り回す場合も人によって割り当てておけば、すぐにいつも通りのポジションで運転が始められるということですね。あとさっき言ってた AFS ね、ヘッドライトの玉がギョロギョロ動くやつ、これここにスイッチがあってオフにしておけば固定になりますね。あとこのパーキングセンサー、コーナーセンサーもね、これうるさいんですよ。押すと不思議な音でしょ。でこれ今オンになった状態なんですけど、これで物に近づくともうピョーって音が鳴り続けるんですよ。そこまで寄せなきゃ止めらんないのに鳴り続けるんだ。よくわかんないですよ。あと室内はね、繰り返しになっちゃいますけれども、ここに灰皿とシーガーソケットですね、ここにあるんですよ、セレシオは。大体この辺にあったりするじゃないですか、普通の車って。これそれここにあって、それからあとここは何になってるかっていうと、オイックポスとこれサングラスとかカードとかね入るようになってるんですよ。当然のことながら運転席のバイザーもバニティランプがあって、これ開くとこうですね、照明と鏡ですね。だから全部の席にバニティがついてますね。あと最近の車全部そうなのかもしれないけど、ボタン一つでねロックがかかったりで解除できますね。押すとミラー閉まりますね。ロック解除するときはこの内側のこのタッチセンサー触れれば、これでロックが解除できますね。これ最初の頃これ慣れなくて、本当ロックかかってんのかよみたいな結構慣れなかったですけれども、慣れると超便利ですね。はい、いかがでしたでしょうか。カピバラオートサービス2号機 UCF31 セルシオ後期型でした。この形が好きな人はね、もう値段もすごい下がってきてます。やっぱレクサスの登場して、もういろんなね現行車出てるじゃないですか。でね、30セルシオもだいぶね年数経ってきてるんで、多分100万円前後からあると思います。年式で言ったらもちろん古いのは当然なんですけれども、このデザイン、この年代の車にしかないじゃないですか。このデザイン非常にゆったり走るにはいい車です。今軽自動車の新車と大して変わんないから値段、軽の新車も150万ぐらいするでしょ多分。でそれ買うんだったらこれでしょうね。買うならこれもうね今でしょう。もう古いなこのネタ。はい、今でしょう。ぜひ中古車屋さんに足を運んでみてください。おすすめの車です。以上、カピバラオートサービス代表でした。